突然靴をやりたいっていう話が来ておお靴かみたいな最初そういうリアクションになるんですよ。人間の足をサボらせない、あなたの指しっかり使ってくださいか、ギアを3にするんじゃなくて1にあえてしてもらうみたいな。だけど歩いてると気持ちよくなる、心地よくなる、その両立を目指して作ったのがこれ。よく聞いてみると、あ確かにっていうふうに思うようになっていって、何個もアイデアを説明してるから、多分靴の話もまた来たよぐらいだったかもしれないですけど約180億円の規模、新しいコンセプトとしてアジアオリジンという形でアジア初で海外にチャレンジする人の数を増やしていきたい。市場自体は70兆円ってグローバルでと言われていて、まだ成長しているマーケットで 6% ぐらいでグローバルでも成長していると、年間ですね、先人の方々が積み上げてくれた日本への信頼っていうところをレバレッジかけながら、しっかりとグローバルにチャレンジできる。これちょっと履いて帰れないかな声で届ける起業家の物語、スタートアップナウ MC のお稲荷です。本日のゲストはニューロ株式会社代表取締役の船瀬裕太さんです。ニューロさんはパフォーマンスフットギアブランドニューロを提供されているスタートアップでございまして、2026年の6月シードラウンドにて 3.5 億円の資金調達を発表されたばかりとなります。船瀬さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日ですね、リード投資をされていらっしゃいます、ジェネシアベンチャーズから、ジェネラルパートナーの鈴木貴弘さんも同時にお越しいただいております。そして実は今回の配信は、ジェネシアさんのご提供でお送りさせていただきます。このような配信できるのも、ジェネシアさんのおかげということになりますので、本当にありがとうございます。いつもお世話になってます。そうですね、結構いろんな投資先の方にご紹介させていただいているかなと思います。まずはじゃあ、ジェネシアさんだったり、タカさん、ご自身についての自己紹介を、2、3分ぐらいですかね。ざっくりお願いできますでしょうか。はい、ジェネシアベンチャーズはですね、2016年創業の独立系ベンチャーキャピタルでして、で、私、鈴木と、あと、田島という2名で、ジェネラルパートナーを務めているような、そんなファンドになってます。で、2人ともサイバーエージェントの投資部門出身という形で、なんで、事業側のバックグラウンドを持ちながら、シード投資をずっとやっていたというような、そんなキャリアを重ねてきているファンドになってます。で、我々はですね、特徴として、東京だけではなくて、私自身も、今、日本に一時帰国中という形で、普段インドネシアのジャカルタに住んでまして、で、それ以外にホーチミンと、あと、ベトナムのホーチミンと、あとインドのバンガルールの4拠点で、チームを持っている、そんなベンチャーキャピタルになってまして、で、4号ファンド、ちょうどですね、先日、ファイナルクローズのリリースを出させていただいて、約180億円の規模。で、新しいコンセプトとしてアジアオリジンという形で、アジア初で、グローバルに、チャレンジするようなスタートアップへの出資を増やしていきたいなって、そんな思いを持って今活動させていただいてます。で、特徴としては、シード投資特化って形なので、多くは今回もファーストラウンドでの出資にはなってるんですけども、結構その一番最初のラウンドでの出資をさせていただく機会が多かったりとか、あとはエンジェルの方から出資を受けた後のラウンドのシードラウンドで、リード投資をさせていただくってことが多いかなというふうに思ってます。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。高さん、本当にインドネシアのイメージが、そうですね。あまりにも強かったので、ありがたいことに。まさかこの対面収録でお越しいただけるタイミングが来たのが、本当にタイミングが良くて、恵まれてるなと思いつつ。で、今回のそのテーマがアジアオリジン。はい。これは、でもその前から拠点はグローバルにあられるってことですね。そうですね。再定義し直した。そうですね。再定義し直したっていう感じですかね。イメージで言うと。定義し直した理由だったり、その狙いみたいなところももう一段落もらえますか？大きく理由としては2つあるなと思っていて、で、まず、日本のスタートアップエコシステム含めてですけど、日本の市場、十分大きいは大きいけれども、東証さんの、上場維持基準の変革だったりとか、いろいろな、マクロ環境の変化みたいなのある中で言うと、大きな規模の、事業を作っていくっていう風になると、必然的にグローバルへのチャレンジっていうのは、避けては通れない道なんじゃないかなっていう風に思う部分もあって、そういったところで、アジアオリジンっていうところを掲げてますっていうのが一つ目。で、二つ目は、我々、海外側に関して言うと、日本人起業家以外に基本的な出資をさせていただいてはいるんですけども、一部、ムーブステクノロジーという、先日シリーズ B で、40億円強の、資金調達のアナウンスさせていただいた会社が、日本人ファウンダーでインドネシアで事業をやっている会社なんですけども、実はその日本人ファウンダーだけれども、アジア新興国、もちろんアメリカでもいいと思うんですけど、とかで活躍する起業家って十分にまだまだ出てくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。っていうふうに考えたときに、そういったことを、ベンチャーキャピタルとして4カ国に出ているっていうのも含めた、そういう経験、ネットワーク、ナレッジだったりとかっていうものを、そういった日本人で、アジアにチャレンジするだったりとか、海外にチャレンジするっていう方々に、提供できるようなことを通じて、海外にチャレンジする人の数を
増やしていきたいなっていうふうな思いもあって、そういったコンセプトを改めて打ち出させていただいているというのはそんな感じですかね。ありがとうございます。じゃあまさに今回、ニューロ船瀬さんは、そのグローバルに戦えるプロダクトをお持ちで、そうですね。ところのね、もあれですね。ありがとうございます。じゃあすみません、お待たせしてしまいましたけれども、ニューロさんおよび船瀬さんのご自己紹介からお願いできますか。はい、よろしくお願いします。船瀬と申します。ニューロ株式会社の代表取締役を、やっております。会社自体は2025年の6月に設立しまして、今、最初の製品のローンチ準備中。で、最初の製品が9月頃に出る予定でして、その最終準備中という段階でございます。もうほぼほぼ物は出来上がってるんですよね。はい、今、履いていただいているものです。実は、はい、そうなんですけど、あとここにあるものでして、もうほぼ、最終版のサンプルが予約できたところで、あとは、ちゃんと生産ラインで大量生産をして、日本に仕入れて、で、これから販売していくという、そんな流れになってます。ありがとうございます。で、それこそプレスリリースとか拝見してて、そのパフォーマンスフットギアブランド。で、僕これ初めて聞いて、あと、ベアフットシューズとかも言われたりするっていうのも見たんですけど、これも多分馴染みない方結構多いんじゃないかなって思って、それがそもそも何ぞやみたいなところからも教えてもらえますか。はい。まずそもそも我々シューズブランドではあるんですけれども、シューズだけを作る会社とは捉えていなくて、やはりこの AI の時代に人間ってもっともっとやっぱり身体性に向き合ったりですとか、あといろんな知的活動って AI がやってくれるようになるので、そうなると人間はやっぱり0-1の問いの立て方であったりだとか、アイデアを出す着想のところっていうのがより大事になるなと思ってます。で、そういう活動って、やっぱ歩いてると創造性が上がるというふうに、過去の研究とかで言われてまして、やっぱり人間はこの AI 時代だからこそより歩いて、新しいアイデアを出して、で、体も整えて、健康寿命が長くなっていって、そういう時代になってほしいなと思ってまして、そこに貢献できるような、そういった哲学思想を打ち出す会社でありたいと思ってます。で、そのための手段として、そこに馴染むシューズを提供したいというのが我々のやろうとしているところです。はい。本当にじゃあ靴を作りたくて作ったというか、もう思想から入っていった結果、靴だったみたいな。そうですね。靴は作れたらもちろんあったんですけど、やっぱり何のための靴かっていうのは常に問い直しながら、やっぱりこういう時代はこういう靴が欲しいなって思ったというところですね。いいですね。はい。さっきおっしゃっていただいた僕もちょっとこれ映るのかよくわかんないですけど、行かせて。はい。はい。また。足を見させていただいたりですけど、でも本当にさっき試着させていただいて、収録前に履いてよかったなっていうワクワク感と、創造性がね、開かれる感じがあって、そのまま散歩しながら収録してもね、本当はいいぐらいのかもしれないですけど、ってぐらいやっぱ身体大事だなっていうのを改めて感じたところで、今日はいいパフォーマンスが出せるようにしてくれます。もうバッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。思想を解き放つシューズになっていて、僕はいいなと思ってるんですけど、ところで先ほど少しお伺いさせていただいたそのパフォーマンス、フットギア、ないしはベアフットシューズについてももう一回もらってもいいですか。はい。ちょっと弊社のシューズ、いくつか特徴がありまして、そもそもベアフットシューズっていうカテゴリーが世の中にあって、それを履いていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ベアフットシューズって主に4つぐらいの特徴を持っていると言われていて、一つがつま先近辺が広いこと。で、もう一つが非常にフラットである。かかととつま先の部分が同じ高さになっているというところですね。結構現代の靴って普通のスニーカーでもかかとの方が高いものが多くて、高さで例えば2センチぐらい高いものもあれば、短くても4ミリから6ミリぐらい高いものが多くて、でそうではなくてフラットであるというところと、あとはソールがペラペラ。靴底ですね。がペラペラで、もう裸足感覚で、本当に素足で歩いてるようなっていうのが、ベアフットシューズなんですけれども、我々この現代人って、やっぱりそうは言ってもアスファルトの上を歩くことが多い中で、そこまでペラペラだと、ちょっとやっぱり足への負担とか最初は感じる人もいるんじゃないかと思いまして、でも、この足指が動く感覚っていうのはすごい大事。だと考えてます。ですので、こういうアスファルトの都会でももう遠慮なくガシガシ歩けるような、かつベアフットシューとかの馴染みがない人でもすぐにトライできるようなシューズということで、さっき言ったようなつま先近辺が広いというこの特徴と、あとゼロドロップであるっていうこのフラットであるっていう特徴を持ったこの都会用のシューズっていうのを我々は定義して開発しています。はい。そもそものベアフットシューズをみんな少しずつ履き始めてるっていうのはなんでなんですかとか、そもそも何なんですかベアフットシューズ自体。そうですね。ベアフットシューズ自体、まずそもそも多分考え方としては人間の足って、
非常に複雑ないろいろな機能をすでに持っていて、うんそれが現代のシューズによってその機能が眠ってしまっているという課題感から生まれていると僕は理解してます。うんで、例えば足の指ってめちゃめちゃ動くし、例えば物を掴もうと思ったら本当は掴めるんですが、うん結構そういうことをする機会が少ないがゆえに動きにくくなっていたりですとか、あと足の裏っていろんなセンサーが、もちろん足つぼもそうですけど、センサーがあるんだけれども、結局その厚底のシューズを履いていると、そのセンサーも眠ってしまって、うん地面からの何か信号っていうのを受け取りにくくなっている。で、逆にそれをダイレクトにもっと受け取ったり、指を動かせるっていう、裸足のように動かせる。足を動かさせるっていうのがベアフットシューズだと私は理解してます。うんで、そこの思想とやっぱり共通するのは、しっかり指を動かせるっていうところ。ただ、アスファルトの上でゆっくり着地をして、ではなくて、もうどんどんスタスタスタって歩いていただくために、ソールをつけて、でも、蹴るときは指をしっかり使って蹴るっていうのが、このシューズの特徴になってますね。はい。確かに僕、娘いるんですけど、娘たちの保育園って裸足保育なんですよね。はいああ、そうなんですよ。いいですね。ね、確かに子供用で厚底の靴って絶対ないですもんね。ないですよね。そうです。だし、なんなら、なんか公園とか行って芝とかあったら、裸足でみんななりたくなったりもするっていう意味で、やっぱ人間ってそっちなんですかね。いや、そうですね。うん特にお子さんってやっぱり足裏のアーチって、若い時に形成されていって、で、また年を取ると、それがなくなったりするって言われてるんですけど、そのちっちゃい時にどれだけやっぱ動いたり、裸足走ったりするかで、やっぱアーチの高さとか、筋肉の影響が及びうるので、やはりそういう時に、厚底ではなくて、薄い靴を履くっていうのがいいんじゃないかなと、個人的にもすごい思いますね。で今あれなんですよね。世の中に出てるベアフットシューズブランドって、有名なとこ結構できてるんですけど、はいそこを結構履いてる人たちってトレイルランナーの方とか、イメージあります。結構あとランニングをやる方が厚底派ではなくなった人がそういうのを履くみたいな感じにはなってるんですけど、なかなかシティユースで使うっていう形にはまだまだなっていないところがあるので、そういった意味で言うとニューロは、ランニングシューズを作ってるわけではなくて、パフォーマンスフットギアっていう、概念のもと、日々歩く行為はあるじゃないですか。はい。だからそこに、我々の靴を、市場投入できると、新しい市場、なんで、今までのベアフットでどちらかというと、マニア受けというか、玄人向けな印象を持っていた部分があるんですけど、それを一般開放するみたいなところのチャレンジにもなるのかなというふうには感じてますね。はい。シティユースは本当に今日常履きってこと日常履きって感じですね。はい日常履きでその高性能というか、足本来のなんでしょうね、その機能を開放できるような挑戦を今されてるってことですね。そうですね。で、これ高性能というか悩ましいんですけど、どちらかというと考え方として人間の足をサボらせないというか、動かしてもらうっていうのがコンセプトなので、例えばハイスペックの自転車みたいに、楽して勝手に動きますよではなくて、あなたの指しっかり使ってください。体しっかり使ってください。なので、なんかギアを3にするんじゃなくて1にあえてしてもらうみたいな、そんな感じなんだけれども、だけどしっかり歩いてると気持ちよくなる、心地よくなる、その両立を目指して作ったのがこれですという感じです。ちょっと僕そのスタジオの中でしかまだ歩いてないんですけど、ちょっともう履いて帰りたいぐらいありがとうございます。ありがとうございます気持ちで。ただあれですよね、正式販売が9月以降だと思うんですけど、そうですね。僕もウェイティングリストがあるっていうのは知っててですね、もう実はこの話があるかなり2、3ヶ月前から実は登録もともとありがとうございますしていて、自分自身がランナーだっていうのもあり、さっきおっしゃっていただいた通り、そういうなんか界隈でね、ちょっと噂になってたっていうのもあって、まさか直接話聞かれて。なので普段結構、個人にフォーカスすることが多かったんですけど、いきなりちょっとすみません、商品の話ばっかり。いやもう、僕が興味がお客さんとしてもいろいろフィードバックは聞きたいですね。はい。ありがとうございます。じゃあもう早速ですけど、じゃあそれを作った船瀬さんが、なんでそこに至ったのかみたいなところもちょっと時系列長めに深掘っていきたいなというふうなことを思っていて、それこそ最初じゃあまず、ご出身だったり、ご家庭環境だったり、本当に小学校入る前ぐらいとかでもなんか記憶あるものとかあったら、そのあたりってなんか形成されてるものってありますかね？そうですね。大阪出身です。で、父はサラリーマンで、母は専業主婦で、弟と妹がいるのは3人兄弟で。形で、もうずっと公立中学校、公立高校出てみたいな形だったんですけど、体を動かすのは好きで、中学校は陸上部やってて、で、高校と大学でラグビー部に所属してまして、特にラグビー部は練習も結構激しかったんで、もうほとんどそれに時間を使われて、で、もう夜とか本当眠くて、一応塾は行ってたけれども、もうなんか全然成績がどんどん下がっていくみたいなラグビー部あるあるなんですけども、そんな感じでしたね。で、小学校とかで言うと、結構やっぱ今の、この靴作りとか共通するところで言うと、ちょっとやっぱものづくりとかは好きだったんで、
例えば工作図鑑って本とかあるんですけど、ああいうのを買って、延々とそこに書いてるものを作ったりだとか、夏休みの宿題結構こだわっていろんな夏休みの宿題の自由研究とかはこだわっていろんなものを作ってた記憶はありますね。はい。いいですね。なんか原型がありますね。そうですね。思い出せば確かにあったなっていうのはちょっと思ってて、だから今回も、靴でいろいろ剥がしたりだとか、既存の靴切ったりとか、ちょっと工作っぽいことやってたんですけど、なかなかこういうのも久しぶりだなと思いながらやってましたね。はい、靴を解剖するみたいなことですか？やりました。とか、いや、実際はどうなるかわかんないで、いろんな靴の、ソールに穴開けたらどうなるだろうとか試したりだとか、ここに切れ目入れたらどうなるだろう試したりだとか、ここの素材だけ柔らかくしたらどうなるだろうって、ちょっと2つの全然違うソールの種類を切って糊でくっつけて合わせてみてとかはやってましたね。めっちゃおもろいですね。まずそういうところからちょっと手触り感大事かなと思いまして。はい。加えてランナーとしてはすごいなんかもったいない気持ちで。はい。そうですね。切るやつはさすがに、例えばね、C2C、中古品のものを買ってきて、で、それで、やってましたね。はい。はい。じゃあ、じゃあラグビーはやられたことですか？その前は中学とかまで陸上で。陸上はどんな感じだったんですか？いや、陸上は全然タイムも速くなかったんですけど、中距離やってて、で、1年生で入って、1ヶ月後ぐらいになぜか先輩が全員辞めて。そんなことありますか？なぜか。もうみんなで、なんかね、話し合ってて辞めたのかもしれないですけど。で、その時に、1年生しかいなくなって、出席日数が一番多かった私がなんか部長になりまして。いきなり。はい。すごいね。1年生5月から。周りの部長は当然3年生とか。3年生とかなんで、なので、クラスでも、なんか部長っていじられるみたいな。1年生のクラスでも部長っていじられるみたいな感じだったんですけど、で、そこからさらに人数も少ないから、ちょっと配布するんじゃないかみたいな感じでいじられ、大阪なんで。はい。で、ところが、2年生になると、たくさん新しい1年生が入ってきて、ちゃんと部活としての手をなしていきみたいなはありましたね。はい。そもそもだって上の代が全員抜けて、しかも部長になったのがいつでしたっけ？ 1年生の5月。5月ですよね。はい。その段入ったばっかり。ね。出席日数も何もっていう段階のはずなのに。そう。待てぐらい多分みんなちょっと離れがちなところからスタートしてってことですね。ゆるい感じで。その部長きつそうっすね、なんか。いや、でも何も誇れることはなく、ただゆるい感じで2年間、3年間かやってたって感じですけどね。はい。で、ラグビーは高校からですか？高校から。それはなんかどんなきっかけとか。いろいろ体験入部とか行ったんですけど、なんとなく直感で面白そうだなと思ったんです。いたメンバーもなんかちょっといい意味で熱いメンバーが多くて、なんかこの人たちと一緒にこういうスポーツやるの面白そうだなと思ったんですけど、私いかんせん体幹も全然細かったんで、そうなんですね。で、めっちゃ足速いわけでもないし、ラグビー向きでは全然ないんですけど、でもちょっとやりたいなっていう思いで、つい足を踏み入れてしまったら、そのまま大学までやることになってみたいな、そんな感じですね。はい、高校の段階でも結構強いところだったんですか？昔強かった、戦後、例えば昭和20年代とかに全国大会で準優勝をするような公立高校だったんですけど、今はもう大阪って激戦区なので、全然勝てず、準々決勝で大体有名私立校に負けるっていうのが、よくあるパスだったんですけど、残念ながら我々が3年生の時、僕らが最終学年の時は、1回戦で負けてしまって、もう OB さんにも目を向けられないみたいな感じで、逆にそこから切り替えても勉強で頑張るしかないっていうんで、引退試合以降は勉強に集中したっていう感じですね。船さん出れてたんですか？そうですね。部活、出てましたけど、1回戦で負けちゃったんで、そこはめっちゃ悔しく。ただ、ラグビー面白かったのは、サッカーとかもそうかもしれないですけど、その絶対的な足の速さとか、例えばボールをうまく投げれるかとかだけではなくて、結構創意工夫で何とでもなるところたくさんあるなと思ってまして、例えば、もうちょっと細かい話になりますけど、タックルとかあるんですけど、タックルってもちろん、相手を止めに行くときって体重も大事だけど、そのスピードも大事。掛け算になります。そのスピードって足が速いかっていうよりも、相手が来るときに一瞬バッと踏み込めるかとかなので、その時の勇気であったり、思考であったり、どこにポジショニングしてるかとか、結構そういう工夫でその瞬間のスピードって高められるので、だったら別にね、誰だろう、もう超足が速くなくても、そこの工夫で何とでも改善、15%、20%、50%アップできるので、そういう工夫が楽しかったんだろうなっていうのは、思いますね。身体のポテンシャルだけじゃないですよね。だけじゃない。勇気とかまで出てくるとか。そうですね。気合とか。なるほど。でも大学で続けるっていうのが結構
意思決定というか、はい大学みんな遊んだりだとかはいすると思います。それはなんで続けたんですか？まあ、ラグビー結構ハマっちゃったっていうのは、ええはい、ありますね。面白かったですし、うんうん。多分、もう一回やるって言ったら分かんないです。いろいろ探してるかもしれないですけど。今大学高校に戻った場合、いや、そうですね。はい大学ってまあいろんなね、選択肢ありますからね。はい。はい。しかも大学は兄弟兄弟ですかはい。それも結構、高校も進学科高校は公立立高校で、うんそうですね。それなりに兄弟行く人とか、阪大行く人とかいた高校ですね。はい。そう学部の専攻とかはどんな感じで？工学部の地球工学科といえうところで。はい。それ何をするんですか？地球工学。地球工学科は3つぐらいコースがあるんですけど、土木について研究するコースと、あと資源系、あと環境系っていうのがあって、私はその中で土木を、まあ、3年生の時に選んで、はい。土木の研究室に行って、防災研究所っていうのがまあ、宇治にあるんですけど、そのはい防災研究所のところで、防災に関する研究とかをやってた感じですね。はい、すごい、すみません、地味と言ったらあれですけど、いやもうそう結構あんまりじゃ目立たない学部。全それは然違う。はい。じゃあもう、建築とかに行く人が多いんですか？そうですね。どんな感じゼネコンとかもいらっしゃいますし、公務員だったら国交省とかに行かれることも多い災害系しだ、もんね。いや、そうですね。へで、逆に、全然違う、金融行ったりとか、コンサル行ったりとかも行っているようなー学科でしたね。はい。はい皆さんはそっちには行かず、結果はコンサルですか？コンサルに、はい。でじゃあ大学時代はもう基本、まあ、そこ勉強と、まあ、ほぼラグビーって感じですか？それ以外ってなんかされてたこととかあるんですか？いや、ほとんど、学部の時はほとんどそんな生活で、うんうんまあ、飲みに行ったりか、部活かみたいな、あとバイトするかぐらいだったんですけど、大学院に行ってから、いや、ちょっとこのままじゃあまりに社会を見てないっていう危機感がありまして、まあ、特にこれ関西の学生あるあるかもしれないですけど、やっぱりこう、社会人の方と接する機会ってなくて、で、坂田とか多分、大学の時代からいろいろね、そうだねもう社会人との接点すごい、東京だったからね。ね、うんありますよね。全くなかったんで、うんちょっとやばいなと。でもどこ行ったらいいか分かんないから、とりあえず海外出てみよう。留学行こうという感じで、まあ、留学プログラムがあったので、そこに応募して行くことになって、で、1年間カナダの、大学に、理系の強い大学に行ったんですけど、まあ、そこで、1年間、いろんな、カナダ人だけじゃなくて、結構インターナショナル、東南アジアとか南米とかいろんな人がいる、大学で、その人たちからの刺激を受けたっていうのが一番大きな、まあ、原体験でしたね。はい。でも兄弟でラグビー部でってなったら、なんかもう大学卒でもうそのまま商社とか結構いいとこ行けれますよね。はいけどそれに、多いですねまあ抗商社とかったというか、なんか違ったっていう感覚があったんですね。そうですね。ちょっとこのまま何も知らずに社会人になるのが不安だったみたいなのも結構ありますし、はい。まあ、関西の学生あるあるかもしれないですけどね。うん確かに。はい。で、じゃあ帰ってきて就活して、でその時は、やっぱグローバルな会社で働きたいみたいな感じだったのか、なんか一旦コンサルみたいな感じだったのかでいくと、どんな意思決定だったんですか？そうですね。グローバルなっていうのはすごい強くなりましたね。1年ぐらい行ってる中で、やっぱりこの、すごい課題感を感じて、向こうのやっぱり学生って、単位取るのにしっかり勉強しないと、入学よりもやっぱ卒業の方が難しいっていうので、単位を取るために、そのレポートのクオリティとかもめちゃめちゃ高くて、で、一緒に入った授業の、グループワークがあるんです。そのグループワークでカナダ人と一緒になって、で、彼が作ってた授業のレポートの質が、なんかパッと見もう卒業論文じゃないかくらいの、なんかクオリティのものをバーッと書いてて、で、それをまあ一緒に作ったんですけども、なんか本当バリュー出せず、ちょっとこれ悔しいなと。このままこれが卒業して、じゃあせーので社会人1年目で戦った時に、いや、それは勝てんわと思いまして、で、英語もペラペラで、みたいな。いや、これ別に研究レベルも高いしってなった時に、じゃあちょっとこういうので今後グローバル社会でやっていくなら、ちょっとそういうところで戦わないとやばいんじゃないかみたいな危機感はすごい芽生えましたね。結構そこで刺激されたで自分のグローバルマインドが開けたと同時になんかやっぱ危機感というか自分できないかなみたいな感覚さえあったんですね。ありました。ありましたし、そのビジネススキルのクオリティもそうですし、加えて英語も全くやっぱりその他の国の人みんな英語ペラペラだし、別にカナダ人に限らず。で、正直その大学にいた中で日本人が私も含めて一番英語を喋れてなかったんで、まあ、そこの危機感はすごい掛け算でありましたね。1社目がマッキンゼーに入られて、結果的には4年ぐらいでした。そうですね、4年ぐらい。はい。在籍された時は、例えばどんなことされてらっしゃったんですか？そうですね。製造業であったり、日本の大企業さんの、クライアントさんに、のプロジェクトに従事するという形で、いろんなものがありましたね。例えばもう工場に本当に張り付いて、一緒に、物を動かして、ことを動かしていくようなプロジェクトもありましたし、どちらかというと、リサーチだったり、戦略だったり、今後の中期計画を、作っていくようなプロジェクトもいろいろやらせていただきましたね。はい。で、ご卒業されて、そこで、
なんかそこの、まあ、辞めて意思決定とか、うんどういうふうに次に歩んでいったのかみたいなところも教えてもらえますか？そうですね。うまあ、いろいろそういったクライアントさんとこう仕事をしている中で、やはり我々はこう提言だったり、資料とかを作っているんだが、実際まあ、意思決定ってやっぱりする機会はなくて、うん実際に決定してらっしゃるのはクライアントの方々で、はい。でそこへのちょっともどかしさというか、コンプレックスというか、いや、なんか何か言ってるけど、自分はそんな経験もしてないのに大丈夫なのかなみたいなのは少し感じるところがありまして、やっぱりこう、意思決定の打席に立ちたいっていうのは、感じるようになりまして、うんでじゃあ意思決定の打席って、やっぱり回数立とうと思ったら、スタートアップなのかなって。で、当時そんなにまあ、コンサルからスタートアップって2014年ぐらいなんで、たくさんいたわけでは、今ほどではなないかもしれないよね。ちょいちょいいましたけど、うんまあでもイメージすごい楽しそうです、大変そうだなみたいなのあった中で、まあたまたま素晴らしい、面白そうなちょっと会社にと、そのファウンダーの方に出会えて、うんいや、これはちょっと一回チャレンジしてみるか。ダメだったらまあ戻るなり、なんか他の選択肢もあるだろうと思って、まあ入ることにしたという感じですね。それがもうクイッパーで。ですす。はい。すごい会社ですよね。面白い、なんか、そうですね。いろんな人ユニークな会社で、ユニークな、すごいユニークな。投資先もたくさん元クイッパー。ああ、そうなんですね。はい。でもそのタイミングでコンサルから出ていきなりそんなところで出会って、だいぶなんかニッチな方々というか、ニッチというかそのクラスターとしても違うじゃないですか。どう知り合って、なぜそこに入っていったのかみたいなところももうちょっともらえますか？そうですね。創業者の方はいが、もともと、まあ、マキンゼの大先輩で、DNA を、共同創業されたですよね。方で、クイッパー、教育サービスをやりたいって言って、自ら、イギリスでクイッパーを作られた方で、イギリスで作ってるんだけれども、アメリカで事業展開したり、日本でやったり、東南アジアでやったり、ちょっとわけのわからん。で、エンジニアはヨーロッパからこうイタリア人だったりいろんなエンジニアがロンドンに集結し、で、日本では日本で一流のなんかエンジニアの方がたくさん集まってるみたいな、すごい不思議な会社で、で、同時期に結構コンサルから来た人もう一人いたりだとか、まあもちろんね、今はスタートアップ経営をされてる方ですけど、結構、なんていうんですかね、そういうこうビジネスしたっぽいことやってた方々がいたので、あんまりなんかこう門外漢が来たっていう感覚ではなかったです。ただ私自身インターネットサービスをちゃんとやったことがなかったんで、そこのこう最初いきなりプロダクトマネージャーをやらせてもらったんですけど、まあそこら辺は全然わからず、本当に教えてもらったり自分で調べたりしながらなんとかキャッチアップしてっていう感じでしたね。そこでインドネシアにも行くことになる。はい。1年ぐらい、日本を半年ぐらいやって、フィリピン10ヶ月ぐらいやってから、リクルートに買収されまして、で、リクルートと合体した形で、じゃあどこに集中的に、戦っていくかってなった時に、インドネシアマーケットも大きいし、インドネシアだろうとなって、日本人もう一人の方と二人で、インドネシアに乗り込んで、そこから事業を立ち上げていくみたいな、そんな感じでしたね。その頃にタカさんと出会っている。ですね。そうですね。はい。その時にはもうすでにインドネシアにいらっしゃって、で、私は後から来た形で、もうインドネシアの日本人といえば、なんか大先輩みたいな人が、タカさんって人がいるらしいみたいなのは、なんかメディアで出てて、全然同い年ちょっと遠くで見てた、最初は。はい。そんな有名人な感じでしたね。はい。逆にじゃあタカさんは、多分少し早めにインドネシアにいらっしゃって、そうですね。2011年から。日本から赴任される方って、まあ、いる国じゃあるじゃないですか。はいはい。ほとんどが大企業の方々。そうですよね。まあ、商社だったりとか、金融機関、あとは、まあ、製造業ですよね。がほとんどで、いわゆるこう、我々のようなスタートアップとか、まあ、前職サイバーエージェントなので、そういったメガベンチャーみたいなところが、まあ、海外に来てるっていうのはほとんどなかった時代なので、まあ、そういう意味で言うと、その領域で戦ってる日本人がそもそも少なかったので、まあ自然と仲良くなりやすかったっていうのはあるかなと思いますね。はい。じゃあもう本当に異質な人が来て、なんかちょっと仲良くなりたいじゃないですけど、そうそう同じものを感じるようなのがあったんですね。あとやっぱ、大企業の方々も、まあもちろん研修生的に若く来る方も多いんですけど、ほとんどの本駐在の人って当時我々に20代後半か30代頭ぐらいだったんですね。でも、ほとんどが年上の方なんですよ。同世代っていう意味でも、まあ少なかったっていうのはあるかもしれないですね。はい。じゃあ結構いろんなディープに、いろんなところに行ったり、見て交わしたりしてきたわけですね。そうですね。タカさんもですけど、やっぱりその、日本人だけでつるむっていうのは全然なくて、もちろん投資先もインドネシアが、の現地企業多いですし、私ももう意図的に、意識的にインドネシアのコミュニティに入っていったりだとか、行って当時は、リンクトインで、マッキンゼのネットワークって結構やっぱりこう、辞めた人仲良くて、で、リンクトインでメッセージを送ると、初めてでも結構返信返ってくるんですね。僕も元マッキンゼでってとか送ると。で、それで大体そこにいる元マッキンゼの人とかすごい仲
仲良くないっぱいいるからねとか当時のスタートアップ業界はやインドネシアのマッキンゼおいか、あとボストンコンサルティンググループの、やっぱ外資コンサル出身の、ローカル人材だったりとか、ヨーロッパ系の人材がインドネシアのそういったスタートアップに流れ込んできてて、っていう時代だったので。じゃあホットスポットだったんですね、当時。そうですね。そうですね。だからなんかどっちかというと現地の話でもう結構盛り上がるみたいな感じで、日本とは結構離れた感じ、あ、そうですね。やっぱ経営に携わってる30代前半の日本人ってほぼいない状態なのが当たり前で、一方でスタートアップはインドネシア自体が平均年齢30歳ぐらいの国なので、スタートアップファウンダーだったりとか、スタートアップのマネジメントの人たちも全員同世代が若かったんですよね。はい。でそういった方々だと、コミュニケーション取る機会の方が多かったかなというふうに思いますね。我々は。はい。結果的に、船瀬さんは何年ぐらいいらっしゃったんですか？丸5年ぐらいですね。はい。インドネシアのあの時期って本当になんか数ヶ月で景色変わるじゃないですか。いや、もう5年いたらどうなるんですか？いや、5年変わりましたね、本当に。ソフトウェアもそうですし、交通インフラとかもそうですし、例えば使ってるアプリも全然変わりますし、とか、QR コード決済とかね、ペイペイが払うより先に。全然早かったね。そうなんですね。はい。もう携帯だけ、財布持たずに携帯だけで生活するみたいなのが、先にインドネシアで。そうね、キャッシュレスは完全にインドネシアの方が早かったですね。日本より。たまにじゃあ日本帰ってきて違和感しかない。そう。小銭とかお札ないとダメとかっていうのはなんかちょっと結構逆にやりづらいみたいなのはなんか当時あった記憶ありますね。今は日本もね、キャッシュレス進んでるので、そんなに不便はないですけど。じゃあやっぱそこもインドネシアでの記憶、グローバルをさらに強くするものでもあり、日本への危機感とかも多少動くものもありみたいな、そんな経験なんですか？そうですね。だから当時で言うと、それこそグラブっていう、上場した時2兆円ぐらいでしたっけ？3兆円ついたぐらいか上場した時は。いわゆるデカコーンと呼ばれるような会社が、あとゴージェックと GoTo の、トコペディアが合体して GoTo になったりだとか、そういう兆円企業がゴロゴロ、上場する前の、まさに急成長していた時期を見ていたので、で、例えばそこの中の人と初期に僕が言った2015年ぐらいの話を聞いて、今数百人でみたいな話を聞いてて、1年後とかになったら数千人でとかになってるわけなんですよね。で、実際にみんなが使っているし、で、アプリ内のサービスのラインナップもボコボコ増えてまた減ってみたいなのをどんどん繰り返してて、もうその変化のスピードに圧倒されながら、いや、これなかなかこんな変化起こるのかなと思って、やっぱりそのタイミングがすごいラッキーだったのもあるみたいで、一番そういうアプリの立ち上がりとかスタートアップが立ち上がってた時期だったんじゃないかなと思いますね。いいですよ。なんかその急拡大を見るだけじゃなくて、ボコボコと減るのも見れたっていうのが、そんなに PDC を回していいんだというか。そうですね。はい。5年間いらっしゃって、そのタイミングでもう辞めてらっしゃるんですけど、すみません、その後はどんな？コロナで、ちょっと、長くなるんですけど、一言で言うと、帰ってきてもう入れなくなって、で、そのしばらくリモートでやってたんですけど、辞めたっていう感じですね。これ以上ちょっとなかなか戻るの難しいっていうのがありまして。はい。で、そっから今でもないんですよね。またもう一個挟みますもんね。そうですね。いくつか、二つは日本のスタートアップで働かせていただきまして、はい。で、今に至るという感じですね。その一つは、ジョーシスさんと。はい。もう、レジェンダリーな起業家が率いて、グローバルに拡大している会社だと思いますけど、で、しかもこういうビズデブ、責任者されてらっしゃったんですよね。それも、めちゃめちゃスケールあってスリリングな経験できそうですけど、それは違うんですか？いや、もう非常に刺激的で、海外もやっぱり積極的にやってますし、集まってる人材のクオリティもすごい高いですし、いやめちゃくちゃ学ぶことだらけでしたね。で、私も自身もアメリカ行って、例えば、提携先のパートナー探しに行ったりだとか、東南アジアも行ったりだとか、あとはシリーズ B の資金調達とかも関わらせていただいたりしたんですけど、もともとやっぱりそのインドネシアの経験もあって、自分でどっかでやりたいなっていう思いは、どっかにあったんで、仕事はもちろん上司とかも含めてちゃんとやってはいるんですけど、どっかで常に自分で何やろうかなっていうのを探している感じではありましたね。はい、で、結局、ご自身で起業されることになって、でも最初の段階から靴やるぞではなかったんですか？立ち上がり。だいぶよくだいぶね、そんなにしてるんですか？もう本当にね、そう、コロナでインドネシア帰ってこれ、本当あの当時って、ビザが切れちゃって、新規ビザとかの発給が難しくなったりした時期もあったので、やっぱ一回帰っちゃうと再入国できないみたいな感じの流れの中で、本当はね、一回起業したいって話になって、そのタイミングで。はい。で、それ相談も乗ってたんですよね。なんですけど、
いろいろと議論はして、リサーチをして、深めていって、議論をしてってやると、いやでもこの事業アイデアって違うな、みたいな話になってっていうのをやっていく中で、まあ一回じゃあ、メガベンチャーになり得る会社で、もう一回ちょっと修行してくるみたいな感じで、そう仕事をされてて、ただまあ、合間合間で、まあやっぱ起業を考えてるみたいなので、こう、定期的にディスカッションとかを重ねていく中で、突然靴をやりたいっていう話が来て、おー、靴か、みたいな。やっぱ最初そういうリアクションになるんですよ、だからでもよく聞いてみると、あ、確かにっていうふうに思うようになっていって、で、真剣にそうね、議論をする中で、今回の投資に至ったっていうのはありますね。はい。靴の前に何個もアイデアを説明してるから、多分靴の話もまた来たよぐらいだったかもしれないですけど、最初は。でも僕の中ではまあこれは違うってようやく、いや、これやっていうのはあったんですけど、それまでの紆余曲折多分4、5年くらいあった。そうだね、確かに。結構やってますね。そう、4、5年、たまにこう、壁打ちとか一緒にディスカッションしてて、でもやっぱ違うっていう風になってたから、靴もどうなるか分かんないかったですね。ただなんかはいつも以上に熱量を感じるっていうのがあって、で、そう、いろいろ話聞いてみると、確かにソフトウェア系の会社より、靴の方が、船瀬さんにとっても面白そうだし、まあ我々が仮に投資させていただくにしても、まあ面白いチャレンジになりそうだなっていうふうに思えたっていうのが大きかったなと思いますけどね。二人の勢いに飲み込まれてますけど、とはいえ、靴ってなりますよね。最初、なんで靴にまず行き着いたのかと、何が違ったんですか？ですね、なんとなく潜在意識的には靴作りたいなって多分あったと思うんですけど、面白そうだなとか、靴やってる会社のこと結構 IR 資料を読み込んだりとか、あと僕もランニングをインドネシアでもよくやってたんで、山登ったりも、走ったりもしてて、で、いろんなランニングシューズ履き比べて走り方が変わるのとか、体の使い方が変わるのとかはすごい好きで、すごい YouTube のシューズレビューの動画とかめっちゃ見てたタイプなんですけど、なんか作りたいなって、最終的にこれやってみたいのは、なんとなくそういうこう潜在意識が、こう勝手になんていうんですかね、こう蓋をしてたところをちょっとこう取り除いていったらようやくたどり着いたみたいな感覚ですね。で、何かというと、例えばずっとスタートアップやってたんで、なんかスタートアップイコールテックじゃないといけないみたいな、こうちょっと先入観はあったかもしれない。高さんでさえも強くきっとね、ありますよね。いや、まあ僕はそこまではなかったんですけど、フランスさんの経験上で言うと、まあソフトウェア、テクノロジーを通じて、まあエンタープライズ企業の課題を解決するとか、やっぱそっち側の経験を積んでってたので。明らか強みもそこにあるし。そう。なのでそちら側の、まあアイデアが多かったっていう感じだったんですけど、まあなんか本当にそれやりたいのっていうのをずっと聞いたりはしてたんですよね。で、そういうのを聞いてたら、なんか要は、なんだろう、今までの経験とかを活かした企業アイデアだったんですよ、その当時は。なんで、まあ、やるんだったらやるでいいと思うけど、本当にやりたいのこの事業領域でいいのみたいなのは結構よく話してて、で、多分それでこうちょっとずつこう可能性をこう自分の中でこう模索してったら、フィジカルに行ったっていう印象はありましたね。そう。で、やっぱ高橋さんそういうの上手くて、いや、それ違うでしょとか、いや、それ本当にあんのみたいな言い方はせずに、なんかこう気づかせられるようなこと言いかけを投げられて、自分の中でも言われてみて、でも確かに本当にこれやんのかなとか、今までのその経歴とやってきたことを組み合わせるとこれになるんだが、果たしてそうなのだろうかみたいなのはなんとなくこう、気づかされるきっかけをもらいましたね。でも、こと投資家っていう目線ではその方が投資しやすいかったりしませんか？まあどうなんですかね。結局、まあジェネシアベンチャーズで今200社ほど国内外で投資先あるんですけど、で、まあ前職も含めると、まあかなりの投資先を見てきていく中で、まあ一番大事なのって、ファウンダーの熱量なんですよね。なんで、まあもちろんその、まあマクロだったりとか経験から絞り込んで、まあ事業を作っていくでもいいと思うんですけど、まあ特に我々のようなベンチャーキャピタルからお金を預かる、まあ投資を受けるっていうのは、まあ、エグジットを作んなければいけないっていうことになるので、そうすると5年、10年簡単に辞めれないんですよね、当たり前ですけど。もちろん立ち上がんなかったら仕方ないですけど。ってなった時に、こう、なかなかうまくいかない時って、やっぱ本当にこの事業とかこのドメイン、このことが好きだっていう、なんか強い気持ちがないと、心が折れてしまう起業家の方が結構多く見てきたんですよね。ってなってたので、なんかこう、本当にそこなんだっけっていうのは、すごく僕は大事にしていて、なんで結構原体験必要か必要じゃないかとか、そのドメインに異常な執着を持てるかどうか、みたいな、好きから来るとか、好奇心から来るものでないと、やっぱ長く続かないんじゃないかなっていう思うところがあるので、まあそういうところはかなり、船さんに限らず、よくファウンダーの方とはディスカッションさせてもらってるというか、まあ相互理解のためにいろいろと話してるっていう感じですかね。
船瀬さんがシューズに出会った時はそれを感じられたってことそうですね。へまあ、初めはなんか趣味的に作るみたいな感じだったんで、まあ確かに走るの好きだし、うんスニーカー結構好きだから、ああ、趣味的に作るんだ、へーっていうぐらいだったんですけど、いや、やっぱシューズ本気でやりたいってなって、おーってなってっていうところですね。そうですね。だからずっと定期的に連絡が取ったんで、とりあえずやり始めるっていうのはまず報告は一歩入れて、でもその時はまだ資金調達とか考えてなかったんで、で、そこからしばらく動き始めて形になってきたタイミングで、やっぱりちょっとこれは資金調達必要だなっていうところで改めて連絡差し上げたっていう感じですね。そのでも好きから始まるビジネスで、しかもシューズ、ね、趣味的にってところから VC から調達するような、それがビジネスなのかってだいぶ飛躍があると思うんですけど、そこはどう整合性をつけたのかとか、まあそもそもシューズってそんな市場あるのとか全然分からなかったりするんですけど、そのあたりもじゃあ改めてしてもらえますか。そうですね。はいまず市場自体はやっぱり70兆円ってグローバルでと言われていて、まあ大きな市場ですし。それはシューズでですか？どういうカテゴリー？もう全部のシューズですね。で、あと、シューズなんだけど、まだ成長しているマーケットで、6% ぐらいでグローバルでも成長していると言われている。年間で。はい。で、これ肌感覚です。やっぱ単価も上がってるなと思ってまして、日本とか他の国でも、やっぱりこう一足あたりの単価も上がって、まあそれぐらい大きい市場だと思ってます。で、一方、レッドオーシャンから言うとおっしゃる通りで、レッドオーシャンなんですけれども、まあだからこそ、まだまだチャンスはあると思っていて、本当にじゃあ皆さんのじゃあ履きたいシューズが、世の中全部揃ってるかで言うと、もう揃ってるんだったら必要ないとは思うんですけど、例えば私個人でも、こういう靴欲しいのにないなって思うことが結構あったんですね。で、いろんな人に話を聞いてみても、やっぱりこうサイズでの悩みであったり、デザインでの悩みであったり、何か一つピースが足りないとか、二つ三つ足りないみたいなこと結構あって、やっぱこれだけ本当は欲しいシューズってまだあるのに、それが埋まりきってないのは、多分こういろんな制約条件があるからだろうと。で、調べてみると、やっぱりこう新しいものを作る上での参入障壁だったり、まあ難しいところがいろいろ出てきたので、まあそういう理由もあって構造的に難しくなっている。であれば、それを頑張っても乗り越えればチャンスがあるんじゃないかって思ったっていうのは大きいですね。頑張っての方法とかってどう編み出すんですか？いや、結構本当地味なこと。地味なやつ。まず、泥臭く、ね。そう、どういう地味泥臭く人間かというと、まあ、インドネシアの時とかも、営業拠点をインドネシア国内で10拠点構えて、まあ、そこに営業メンバーが300人ぐらいいる感じだったんですけど、もう私も一緒に行って学校訪問したりだとか、やってたりだとか、まあ、上司の時も、海外のその、パートナーを、まあ、自分でコールドコールしたりとか、開拓したりだとか、結構そういうドアノック系とかは全然やってたので、まあ、シューズでも同じように新しい人に連絡するとかも必要ですし、いわゆるプロジェクトマネジメント思い通りにいかないこともたくさんあるんですけど、まあそれを一個一個解決していくとか、粘り強くやっていくみたいなもう当たり前のことなんですけど、そういうのはまあ割とやるタイプかなと思ってます、ね。結構 OEM 工場とか、結構ナイキさんだったりとか、アディダスとか、まあいわゆる世界のああいうブランドって自社工場というよりは、そういった、まあ中国だったりとかベトナムとか、まあインドネシアにもありますけど、そういうパートナー企業の工場で作ってることが多いんですよね。なのでそこの解像度を上げるために、工場に突って会いまくるっていうのをやってたりとか、で、それでこうちょっとずつ解像度が上がってくると、まあなぜ新規参入がしづらいのかとか、まあそういったなんか手触り感が見えてくるわけですね。で、逆に言うと新規参入が少ない理由は、新規参入するのが難しいハードルがあるんですよ。で、これって特に靴って結構やっぱ難しいんですよね。服以上に難しいというか、作るのが。なので、いい工場で作れないと、いいクオリティの靴にならないんですよ。でもそういったいい工場は世界の強いブランドがパートナーですでに抑えてしまってるんですよ、ラインを。なのでそこに進行が入るって極めて難しい戦いなんですよ。なので初めから一定資金とかでこれぐらい作る計画があるんだよって見せられないと相手にしてもらえないんですね。ってなると趣味的にやるようなスタートだと、一切相手にしてもらえないってなると、相手してくれる工場ってクオリティが低かったりするわけですよ。ってなった時に、じゃあ資金量が一定必要だよねっていう風になってってっていうので、必要な条件をこう分解していく中で、これエクイティでやった方が良さそうだよねとか、あとはまあ同じようにその壁を乗り越えた新興ブランドとかが実はここ過去10年、15年で出てきてるんですね。有名なところで言ってオンだったりとかも2011年創業ぐらいで、10年か11年とか。なんで、本当この15年、16年で生まれた企業があそこまでの規模。まあ2、3兆円ぐらいの時価総額になってるんですけど、みたいなのは実はその短期間で生まれてるんですね。ってことを考えると、まあ同じようなことってできる可能性あるんじゃないのみたいなところで、
ワクワクしたって感じですかね、お互い。じゃあ熱量もあるし、先行事例もあるし、資金も集まったし、これは立ち上げられるぞと。いやもちろん、あれですね、100% 確証はないですけど、やってみる価値はあるなというところと。で、あとは、さっきの難しいっていう話も、絶対どっかで頓挫とかはあり得るんですけど、やり続けてたらどっかでは作れるっていうのは、1年以内に絶対作れるかわかんない。だけども2年以内で作れるそうな気がするとか、やっぱりこう、時間軸は多少ずれるかもしれないけど、やり続ければどっかで、たどり着ける系のものが多いんじゃないかなって思ったっていうのはありますね。なるほど。じゃあ、でもそこ今ビジネスオーナー、船瀬さんがいて、組める工場が見つかったとして、それだけでできるものなのか、なんか普通の、プロダクトだからやっぱエンジニアとか、その作り手がいるわけじゃないですか。靴の場合ってそれってどうなるんですか？できるものなんですか？そうですね。もちろんデザイナーの方であったり、足型を作ってくれる職人さんであったり、いろんな方々が外部で協力していただいたおかげで、ここまで、来れてます。で、あとは、この形が我々のシューズ非常に肝になってるんですけれども、最初はもちろん、職人さんに作ってもらったものもあるんですが、やはり特殊な、このつま先が広がっている形ではあるので、そこはちょっと自ら加工をしたりしながら、さらに途中でですね、元スポーツシューズ、大手スポーツシューズメーカーの開発者の出身者の方々が入ってくれて、そこを大幅にこう、ちょっと技術面で手こ入れとかもしてくれたので、ちょっとずつ皆さんの本当にお力を借りながら、ちゃんと市場に出せる形になってきたという感じですね。いいですね。その開発されてた方とかはなんで入ってくれたんですか？いろんな紹介とかですね。はい。ただ、なかなかやっぱり新しいものを作る機会もないですし、そういうブランドもないということだったんで、面白がってはくださってますね。はい。あとさっき出てきた、オンしかり、あと、オールバーズとかもね、それこそ有名だったりはしますけど、彼らが急拡大してったのってそもそもなんでで、かつ、オールバーズでいけば、ちょっとクローズしたりとかもしてるわけじゃないですか。そのあたりっていうのはどういうふうに見ていらっしゃるんですか？そうですね。まず、オンは多分、スピードで言うとすごい目立つというか、本当に一番成功したんじゃないかな、この15年ぐらいで、だと思うんですけど、そこまでいかなくても、例えば数百億円ぐらいの売り上げになっているブランドって、海外で結構あるんですね。で、それがただまだ日本で知られていないだけで、オンほどの、規模を目指さなくても多分いろんなパスがあるかなとは思ってます。もちろん目指さないわけではないんですけど、例えば、10年やって数百億ぐらいの売り上げになっているみたいなところはアメリカ発であったり、ヨーロッパ発であったり、結構あったりするところです。で、なので、オールバーズがちょっと、シリコンバレーで流行ったってのもあり、ニュースとしても目立ちやすかったっていうのはありますけど、基本的にちゃんとそれぞれのブランドは、利益を出していれば、ちゃんと事業としてやり続けてらっしゃるわけですし、オールバーズはね、利益が出ていなかったとかもあって、そもそもそのビジネスとしてのこの状態が違った。シューズイコールこうではなくて、シューズイコール難しいというよりも、単純にそれぞれのブランドの、この、財務状況であったり、プロダクトの特性であったり、いろんなバリエーションがあるわけで、その中のワンノブでもだったんじゃないかなと思ってますね。オールバーズあれは結局、売ったんでしたっけ？どういう終わり方しましたっけ？なんともね。なんともって。売ったけれども、その後に、事業も変えたみたいな。そうですね。お金がちょっとだけあったんで、データセンター買収して AI 銘柄に今そうですよね。やるってなって株価上がってまた下がって、よくわからないですけど、はい。またオールバーズに関して言うと、シリコンバレー発で、ちょっとスタートアップ的な立ち上げをした、まさにスニーカーブランドの一つであるっていう気もしてますし、あとは当時で言うサステナビリティ、環境に優しい素材ですみたいな。ただ、当時は物珍しかったんですけど、今って大手のスニーカーメーカーさんとか含めスポーツブランドさんもサステナビリティを考えて物を作ってたりするので、そこの物珍しさみたいなところの特徴がなかった、なくなってったことによって同質化されちゃうってなった時に、同質化された世界で強烈なブランド価値みたいなのが作れてたのかでいうと、オールバーズはそこぐらいしか強みがなかったのかなっていうイメージがあるので、それも含めてそんなに大きく愛されるブランドまで成長しきらなかったっていうのが一番大きいポイントなのかなとは思いますけどね。でも今振り返ると確かにそういうあれになりますけど、とはいえ当時に爆発的に広がったりだとか、そのエッジの立ったこの環境配慮って当時は多分もっとね、あれだったと思うんで、いい立ち上がりをされて、結果いいとこまで持ってったわけじゃないですか。そういう意味では、ニューロはどう
いうそのエッジの立たせ方というか、何に気をつけているとか、これこだわってますみたいなっていうのは、今は何を意識されてますか？そうですね。やっぱり履く体験がすごい大事だと思ってまして、さっきご説明した履き心地って、やっぱり履いてみないと分かんない。口では言ってるけど、多分伝わってないと思うんです。てか伝わるものでもそもそもないし。ですので、こういうのを大事にしていくブランドでありたいと思ってまして、例えば、最初のモデルを出す日から、店舗オープンする予定でして、で、そこでもう本当に小さなスペースですけど、買いたい、履きたいっていう方は来ていただいて、実際に試していただく機会っていうのはもう、実現したいなと思ってます。そういう形で、お客様のこの体験、足に向き合うブランドとして、やり続けたいというふうに思ってまして、だからといって、じゃあ、e コマースやらないかで言うと、やるの、どっかのタイミングでやると思うんですけれども、しっかり、ちゃんとお客様に向き合って、成長していきたいっていうのはありますね。はい。いわゆるソフトウェアの思考で言ったら、いきなり店舗って感じとかもありますけど、そういうのはむしろじゃあ、そこをまず大事にして核を作っていくって感じなんですか？そうですね。はい。我々の体験の中心になる、ハブというか、ラボになるかなというふうに思ってますね。それいわゆる初期の顧客になり得る方々っていうのは、こういうスタートアップっぽい人なのか、さっきおっしゃってたような、他のベアフットシューズとか履いてるような方なのかとか、なんかどういう方々に今、興味持ってもらってそうな感じなんですか？そうですね。まだベアフット履いたことないけど興味あるみたいな人は、すごいヒットするんじゃないかなと。完全に僕ですね。本当ですか？まさに。お稲荷さん。やっぱり。ターゲットユーザー。元々知ってました？いや、僕、あんまり知ってなくて。なんとなく知ってたけど。いや、なんとなくそれこそめっちゃバイネームですけど、オアシスファンドの高萩さんがいつも裸足みたいな靴履いてマラソンとか走って、なんなんだろうみたいな、そういうレベルとかですね。なんで、ベアフットシューズって、それこそ直近これ今収録する前に、ニュースピックスさんで動画出られてたじゃないですか。で、ベアフットシューズがあって、すごい熱心に語ってらっしゃって、いやそもそもなんだろうみたいなところでも気になる存在みたいな感じでしたね。そうですよね。でベアフットシューズでカテゴリー自体がちょっと恣意的というか、名前がそのベアフットって言ってるから裸足なんですけど、別に靴履いてるから裸足じゃないじゃないですか。そうですね。で本当に裸足だったらもっとワラーチみたいな、ペラペラのソールにただ紐だけつけたみたいなやつの方が、そう、裸足じゃないですか、あっちの方が。だから、そもそもカテゴリーの切りとしてちょっと人間が恣意的に作ったものではあるんで、どちらかというと、ベアフットシューズっていうよりも、こういう価値があるんだよ、こういう機能のものがあるんだよっていうのを知らない人に知ってもらって履いてもらいたい。で、ただそこへの健康意識だったりだとか、体の使い方に対して意識の高い方とか、もしくは仕事はするけど、ジムも行くとか、ランニングするとか、ヨガ好きとか、もしくは睡眠スコアのスマートウォッチで測る人とか、そういう人たちは結構ターゲットになりやすいんじゃないかなと。思います。そうですね。で、あとパフォーマンスフットギアって聞くと、高性能な、さっきの話のように高性能な靴って思うんですけど、どちらかというと人間の本来持っているパフォーマンスを解き放つっていうアプローチを我々はしたいと思っているので、そのために、その5本指の地面を噛む力を強くするのが大事だったりするので、それがやりやすい形がベアフットっていう整理なのかなというふうに思ってますね。あと実は初期ターゲットはそういう方たちが多いとは思うんですけど、健康に対しての感度が高めの人っていうのはあると思うんですけど、意外と都心部だったりとか、大阪も含めた首都圏の、ビジネスパーソンも、男女含めてあるかなというふうに思っていて、というのも我々が日本で働いてたのって、私2011年から海外なんですけど、2007年から10年、11年ぐらい。で、彼も2014年ぐらいは日本だったんですが、あの頃って、スーツにリュックというかバックパック背負うっていう文化なかったんですよ。全員、こういうアタッシュケースじゃないですか、ハンドバッグみたいなの持って、男性会社に行ってたんですね。だからいつからか、スーツ、ジャケットに、リュックを背負う、バックパックを背負うっていうのがもう今は当たり前になってるじゃないですか。で、この流れは多分靴にもなると思ってるんですよ。で、特に夏とかだと T シャツにジャケットとかパンツっていうのが大企業でもそういうのに増えていってるじゃないですか。ってなった時、そこの靴がまだ革靴だったり、もしくはスニーカーだけれども、足に、いいか悪いかで言うと、そのパフォーマンスを解き放つっていう意味では良くはない靴を履いているところを、そういったシティユースでやると、すごく市場としては大きくなるんじゃないかなというのは感じてますよね。確かに。
で僕自身も多分今もなおめちゃめちゃターゲットだし、なんか1、2年前もめちゃめちゃターゲットだった気がしてて、本当にそのマラソンとかランニングを始めて、いい靴というか、まあ普段履いてない安くないちょっと値段のする靴って、なんかフィット感あるしいいかもみたいな思って、でもじゃあ日常の靴ってなんか硬いの履いてるし、なんかよくわかんないな、おしゃれなだけみたいな、あって、それでシティユースで使える運動靴ないかなって思って、まさに当時がそのオンとオールバーズ2択みたいな感じになって、オンの方がまたちょっと高いのと、あと当時はなんかもうみんな履いてるみたいな感じにもなってきていた。で、片やオールバーズは、履いてる人はオンに比べたら少ないけれども、なんかまあおしゃれかというとどうだろうかみたいな、なんか絶妙な簡単感もあって、っていう意味ではなんかやっぱ難しいし、多分デザイン性とかもすごい大事な気がするんですけど、ニューロどうします？いや、そうなんですね。難しいんですけど、今面白かったのがそもそもこのオンとオールバーズっていう二つがなんか対比で出てきたのがすごい意外で、本当ですか？っていうのが、なんかそれ別に共通点あんまりないんですよ。なんかオールバーズはどちらか、普段履きなんですけど、素材も全然違うメリノウール系だし、あと靴の形状で言うと、オンはどっちかっていうとランニングシューズのような形のものが多いですし、ヒールあたりもこうカップ形状になったりはちょっと細かい話ですけど、一方、オールバーズは非常にフラットなのにボーンとこうウールをつけただけっていう作りも全然違うもので、作りから言うとこんなに違うのに、用途とかブランディングでは近いところにいるっていうのが、まさにまさにやっぱりこう見せ方次第なんだなでなるんだなって僕もちょっと気づきとして今あったところで、ちょっとどうポジショニングしていくかはすごい大事なんですが、今言えるのはこの形には自信があるのでもう履いてもらいたい。ただデザインだったりカラーはいろんな人好みがあると思うので、そこはなるべくこういろんなニーズを満たしていけるように広げていきたいんですけど、もう形とかはもうこれを追求していきたいなと。さっき言ったみたいにデザイン性はこう変わりうるけれども、やっぱり一旦リュック楽だよねってなるとなかなか人間そこから変わらないと思うので。戻らないですよね。いやですよね。だったらもうこれ履いてたらもうこれ楽じゃん、これでいいじゃんになると思ってますね。確かに。ちなみに僕はオールバーズとオントで迷って最初の決め手は、妻が割と環境配慮人間で、こっちだったらいいよって言われたっていう、すごいシンプルな。面白いですね。やっぱどこの違い、価格差とかもね、あるかもしれないですけど、ニューロ、いや、いいですね。でも、この、ある意味、まさにシードね、ちょうどしたばっかで定まりきってないこのフェーズめっちゃ逆にエキサイティングで面白いなっていうことはね。そうですね。ターゲットの方々も仮説でしかないんで、実際にこう履いていただいたりとか話してるうちにどんどんアップデートはされていくとは思うので、そこはもうスタートアップらしくどんどんこう仮説検証を回していきたいなと思ってますね。いいですね。はい。ちょうど今シードを調達されて直後で、まさにこれからってタイミングだと思うんですけど、改めての意気込みじゃないですけど、とか、ないしはもう一回哲学的なところに戻るのも僕も大歓迎ではあるんですけど、なんかどうですか？いや、そうですね。ちょっと本当に出せるようにタイミング、予定のタイミング通りにですね、そこはしっかりやりたいなと思ってるのと、あと、やっぱり、こう、シューズいいところは、あらゆる方がやっぱりこう、ユーザー、購入者になり得るというところで、ちゃんと皆さんに向き合っていろんなフィードバックは、もらっていきたいなと思いますね。先日 IVS でもちょっとブース出させていただいたんですけど、本当いろんなジャンルのいろんな年代層の人来るし、いろんな会社の人来るし、でもみんな何かしらいろんな観点で興味を持ってくれる。パフォーマンスフットギアって何とか、ゼロドロップ知ってる。僕ベアフット吹いてるよ、履いてるよみたいな人もいれば、スタートアップなのにシューズみたいな。結構いろんな軸での興味があり得るので、そういうところが交差するちょっと面白い場も生み出していきたいなとは、思ってますね。はい。なんかよかったら、タカさんからもエールじゃないですか、改めて。そうですね。まさにその、フットギアブランドではあるんですけど、日本で有名なところって鬼塚タイガーさんとか、アシックスさんとか、すごく今グローバルでもどんどん伸びている一方で、なかなか日本から、ユニクロとかもグローバルですごく伸びている中で言うと、新興のそういったブランドとして大きく伸びているところが、もちろん中にはあるんですけど、あるわけではない。で、フットギアだと余計にそこまで多くプレイヤーが出てきていない日本で。にもかかわらず、やっぱものづくりだったり、クオリティに関して言うと、我々、そのアジア新興国にもともと長くいた中で言うと、その古か家電もそうですけど、日本への信頼ってすごいんですよね。なんですけど、悲しいことに私が2011年に行った時の家電量販店ってまだ日本のブランドのテレビだったりとか冷蔵庫って手前に置いてたんですよ。なんですけども今じゃ一番奥なんですね。そうなんですか。で、手前には韓国ブランドだったりとか、あと中国製のブランドだったりとか並んでいて、
もちろん、多くの人は未だに日本のブランドへの信頼性はあるんですよ。うんなんですけど、実際の売り場の面積は違うブランドが取ってるんですね。で、もちろんそういったところの、韓国、中国のメーカーもすごくクオリティが高くなっているので、だから売れてはいるんですけど、やっぱ古くは日本のブランドへの信頼っていうのが先人の方々が今まですごく積み上げてきてくれたものが、日本の武器だと思ってるんですよ。で、そこは、家電に限らず、あと車メーカーとかに限らず、我々のようなフットギアのブランドのところで、アシックスさんが、先陣を切って、水野さんがいてとかって、多くの先人の方々が世界的に信頼を積み重ねていただけているところがあるので、そこをスタートアップ的に、先人の方々が積み上げてくれた日本への信頼っていうところをレバレッジかけながら、しっかりとグローバルにチャレンジできる、そんな大きな、挑戦を、今まさにやろうとしているってところがあるので、すごく、難しい挑戦であるのはね、間違いないんですけど、ワクワクしながら、一緒にね、歩んでいけるといいんじゃないかなというふうには思ってます。はい。でそういった仲間もね、募集してるんで、はい。めっちゃ言いたかったことを言ってくれました。確かに。そこで本当に、僕がいたカナダとかやっぱりインドネシアとか、やっぱり日本ブランド好きな方すごい多かったので、もうそういう、存在になりたいなと思いますね。最後、タカさん、仲間みたいなことも言っていただきましたけど、仲間は今で行くと、どういう人を探してはいるんですか？はい。もう絶賛採用中でございます。もうあらゆるポジションで。みんなどう貢献できるんですか？ですね。まず、マーケティング関係もいくらでもやることありますし、ブランドマーケティングもそうですし、ウェブのマーケティングもそうですし、もっと反則的なマーケティングもそうですし、そういったポジションは常に募集をしております。あと、コミュニティとかも作っていきたいので、こういう人と交流したりだとか、こういうシューズを通じて何かをやっていくとかに興味がある方も、ぜひお待ちしてます。あと、そもそもやっぱり体を動かしたり、シューズ好きっていう方は、幅広く気軽にちょっとご連絡いただけると、多分いろんなできることがあるんじゃないかなと、思いますね。確かに。はい。結構、特にランニング系の方なのか、多分いろんな興味軸あると思いますけど、なんか多分うずうずしてる人多い気がします。話を聞いてて。面白いです。いや、めちゃくちゃ面白いんで、今もう常に文化祭状態ではあるんですけど、はい。わちゃわちゃしてます。あとは、その中に入るだけじゃなくても、まさにそのウェイティングリストをとりあえず登録してみる。ぜひお願いします。メールを受け取ってみる。みたいなところから始め、販売された時にもうみんなで押し上げると。これは日本初のグローバルブランドの立ち上がりをね、なかなか立ち会える機会っていうのも多くはないかなと思うんで、僕も頑張って拡散したいなと。ありがとうございます。思っております。ありがとうございます。じゃあ、ここまでご覧いただいた方もお二人もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。いやいいっすね。あっという間の。いや、一応1時間ぐらいやってるんです。本当ですか。1時間あっという間でした。それぐらいですね。さすがのファシリテーションでうまいですね。僕はもう途中若干意識をそらして、これちょっと履いて帰れないかな。いや嬉しいな、それ。この場で、現生とかでいけるのかな。嬉しいですね。でも逆にウェイティングリスト発売された瞬間に、すぐ買うのも、それはそれで価値貢献。じゃあもう、約束します。直接届けます。いいんですか？はい。もう近いし、確かに。絶対直接持ってきます。やっといいんですか？はい。お約束しますよ。なんかここに来る人とか買ってくれそうですけどね。確かに。ぐらい。いいですか？ちょっと棚置いといてみたいな。僕も中でね、意図的に靴を履いて、絶対なんで靴履いてるんですかって言われるじゃないですか。いや、これちょっと推してるスタートアップありがとうございます。商品なんで、ちょっと、別に何の契約もあるわけじゃないですけど、勝手に押しまくります。ありがとう。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。